トロッコ。小田原熱海間に京浜鉄道敷設の工事が始まったのは良平の8つの年だった。良平は毎日村外れへその工事を見物に行った。工事をといったところがただトロッコで土を運搬する。それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が2人。土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の斑点の裾がひらついたり、細い線路がしなったり、良平はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいる。が、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。3人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは3人の力が揃うと突然ごろりと車輪を回した。良平はこの音にひやりとした。しかし2度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ごろり、ごろり、トロッコはそういう音とともに3人の手に押されながらそろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ10軒ほど来ると線路の勾配が急になりだした。トロッコも3人の力ではいくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。良平はもう良いと思ったから年下の2人に合図をした。さあ乗ろう。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺。良平はほとんど有頂天になった。しかしトロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ。良平は年下の2人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかった。が、まだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならず、それは聞こえ出したと思うと、急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触った。そこには
古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入ったとき、良平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していた。それぎり良平は使いの帰りに人気のない麹場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただ、その時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後、10日余り経ってから、良平はまたたった一人、昼過ぎの麹場に佇みながら、トロッコの来るのを眺めていた。すると、土を積んだトロッコの他に、枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは、二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時から、なんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうか？その中の一人、縞のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。おう、押してくよ。良平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きタバコを挟んだ男もこう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押さなくともよい。良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が、若い二人の土工は前よりも腰を起こしてあげり、黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていい？いいとも。二人は同時に返事をした。良平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。良平はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。縞のシャツを着ている男は良平に、やい、乗れ、と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時にみかん畑の匂いを煽りながらひたすべりに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。良平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。
竹やぶのあるところへ来ると、トロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには赤サビの線路も見えないほど落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登りきったら、今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、トロッコも彼らも帰れないことは、もちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っている藁屋根の茶店の前だった。二人の土工はその店へ入ると、血のみごをおぶったかみさんを相手に、悠々と茶などを飲み始めた。良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出て岸名に巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。良平は冷淡に、ありがとう、と言った。が、すぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながらゆるい傾斜を登っていった。良平は車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、良平はトロッコに腰をかけながら、帰ることばかり気にしていた。茶店の前には、花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えると、ぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、それを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが、土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日は向こう止まりだから。あんまり帰りが遅くなると、我のうちでも心配するずら。良平は一瞬間あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること、去年の暮れ、母と岩村まで来たが、今日の道はその3、4倍あること、それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと、そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになった。が、泣いても仕方がないと思った。
泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。良平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ放り出すついでに、板草履もそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い足袋の裏へ直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら、急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると、自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても、鼻だけは絶えずクークー鳴った。竹やぶのそばを駆け抜けると、夕焼けのした日金山の空も、もうほてりが消えかかっていた。良平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死に駆け続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には、あたりは暗くなる一方だった。命さえ助かれば。良平はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に村外れの工事場が見えたとき、良平は一思いに泣きたくなった。しかし、その時もべそはかいたが、とうとう泣かずに駆け続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。良平はその電灯の光に頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきりわかった。井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見ては、おい、どうしたねなどと声をかけた。が、彼は無言のまま雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走り過ぎた。彼の家の角口へ駆け込んだとき、良平はとうとう大声にわっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら良平の体を抱えるようにした。が、良平は手足をもがきながらすすり上げ泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も3、4人、薄暗い角口へ集ってきた。父母は、無論その人たちは、口々に彼の泣くわけを尋ねた。しかし彼は、何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら、良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に公正の主筆を握っている。が、彼はどうかすると全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに、人狼に疲れた彼の前には、
今でもやはりその時のように、薄暗い藪や坂のある道が細々と一筋断続している。